世界地図のこの辺り、何があるのかよくわかんない場所ですよね。皆さんはこの国を知ってますか？ヨーロッパの右側、ロシアや中国の左側、インドの上の方にはどんな国があるでしょうか？実はこのエリアは中央アジアと呼ばれていて、 EU でも日本人がよく知るアジアでもないエリアなんですね。ここにはウズベキスタンやカザフスタンなど一度は聞いたことがあるかなというね、国々があります。今回は中央アジアのウズベキスタンの中でも日本の京都のような存在で2500年以上もの歴史がある町、サマルカンドを歩いてみたいと思います。単なる観光地だけじゃなくて、地元民しか知らないね、Google マップでは見られない街並みをね、紹介したいと思います。前回の動画でウズベキスタンの首都タシケントを紹介しましたので、もしよかったらね、そちらもご覧ください。では行きましょう。ここが今日泊まったホテルです。もうあと1時間でサマルカンド行きの電車に乗らなきゃいけないんで、朝食食べる時間ないよっていう風に言ったら、ランチボックスみたいなやつをね、作ってくれたことだったんで、10分ほど待ちたいと思います。はい。で、ホテルの朝食はこんな感じですね。ヨーグルトがあったり、ナッツ系、お菓子だね、これは。わーっと。で、ここに、よいしょ、なんか、よくわかんない、肉まん的なやつなんかがあって、こっちも、卵と、トウモロコシで。なんかよくあったね、ご飯のやつね。基本とかにもありました。で、このよくわかんないサラダ炒めと、これも結構美味しかったね。あとはサラミとパンと、なんか目玉焼きと、なんかパンに目玉焼きとなんかハム挟んだ感じで、これ多分美味しそうだからこれ取りました。で、これを自分で準備して、でこのボックスを店員さんがね持ってきてくれてね、これはね朝ごはんにして今から行きたいと思います。今日もね猫がお出迎えしてくれました。じゃあね、はい、バイバイ。ダメ危ないよ、来たらあかんがかわいいけど来たらあかん。こっからね駅に入っていくんですけれども、30分か1時間ぐらいね並ぶっていう風に聞いたけども、見た感じねそんな並んでなくて、結構10分ぐらいで行けそうな雰囲気ですね。こう入ったらすぐにね、ほらこういうゲートがあるんで、意外と一瞬ですね多分。朝の駅はこんな感じで、コーヒー店が2個あって、コーヒーとパンが売ってるところは1個で、スナックとかが売ってるのが2店舗で、お酒売ってるのが1店舗っていう感じ。結構店あるんで、奥にもコーヒー屋さんがあるんで、朝ごはん買えなくてもこの駅でね買えば全然 OK って感じですね。それで自分の乗る電車がねどこのプラットフォームに来るのかっていうのはね、上の電光掲示板を見ればね確認することができます。左から時間とで、一番右側にね、どこのプラットフォームっていうのが書いてあるんで、そこで確認することができます。はい、ということでね、ここからね QR コードをかざしてこの改札を通っていきます。でこの QR コードはね、僕の場合は紙で印刷してきてるんだけれども、スマホのアプリでもねこれ鉄道予約ができるんで、そのアプリで QR コードを表示させてこのゲートをピッて通ることもできます。で QR コードねかざして中入った後はね、まだあとはここにはねプラットフォームがあります。一番手前にあるのがプラットフォーム1だから、23456に行きたい人はすぐね右に曲がって、この地下道があるんで、この地下の連絡通路を伝って別のねプラットフォームの方に移動していきます。でこのタシケント駅なんですけれども、結構ね歴史が長くて、1899年にこのね駅ができたそうですね。で今はねもうそこから改築がされていって、今の形になってるんですけども、デザインがすごくいいですよね。白を基調にしてて、すごいなんか無機質な感じ、なんかすごいね旧ソ連感をね思わせるようなデザインになってますね。で今回ねプラットフォーム3に行くんで、ここをねちょっと戻って、ここからね上に登っていきます。はい、これが今日乗るシャルク号ですね。いいですね。本当はね、アフロシャブ号だったり、そんな名前の高速鉄道があるんだけども、これそれよりちょっと古いタイプのね、だいたい3時間ぐらいかかるような鉄道になってますね。レトロな感じでいいね。乗り場がさ、段差がすごいね、バリアフリーとか一切考えられてない感じがいいですね。味わいがある。はい、電車に乗り越えました。座席が45シートらしいんだね。45に向かいます。あれは別の人が座ってないかな。43、ここですね。43です。座ります。これが今日ね、ホテルの受付の人に朝ごはん食べる時間ないよっていう風に言ったら、ウェイターの人にね盛り付けてくれた朝ごはんになります。これね今日食べていきます。はい、ここからね約電車で3時間半ほど揺られてね、サマルカンドの街に行きます。
サマルカンドには約63万人ほどの、ね、人が住んでいて、ウズベキスタンの中でも中規模都市の立ち位置になっています。サマルカンドがどういう街か簡単に言うと、日本で言うなれば京都みたいな存在ですね。昔からの、ね、歴史が約2500年ぐらいね、もう積み重なった歴史があるような街になっています。でよく観光パンフとかでは青の都サマルカンドって言われるぐらいね、青い色がねそういっぱいあるんですよ。これね、街中にモスクがあるんですけども、そのモスクの装飾が青なんですよね。むちゃくちゃ綺麗です。今回はね、そのモスクとかも見つつも、地元の人がね、歩く本当にもう路地みたいなところもね、映しながらね、どういう街かっていうのをね、深掘りしていきたいなっていうふうに思ってます。サマルカンド駅に到着。よいしょ。はい、着きました。暑い。暑いね。じゃあここから、トラムに乗ってまずはねホテルに向かって行きます。ホテルに行きます。これかな。これがなんかアフロジャイ号みたいな。これだ。これがアフロ号みたいな最新の電車でタシケントからサマルカンドまでを2時間半ぐらいかでね結んでる電車ですね。かっこいい新幹線みたいだね。はい、ということでサマルカンド駅に到着しました。ここはね、ウズベキスタンの中で最も古い都市の一つで、2500年以上ね、歴史を持つ都市になってますね。古代からシルクロードの要衝として栄えて、ソグド人の交易都市、中世イスラムの文化都市、そしてソ連時代を経て、今もね、多層的なね、姿を見せてくれている街になってますね。虫が多い。タシケントがソ連時代に整備された近代都市だとすれば、このサマルカンドは、よく言われているんだけれども、青の都と言われているように、歴史のレイヤーがね、非常にね、街の中に残っている場所になっています。で、観光地のレギスタン広場とかモスクのね、青いタイルだけじゃなくて、路地裏、ね、今ね、近くの家がね、生活感が、あるような家がたくさんあって、そういうね、街並みが色濃く残っているようなエリアになっています。で、交通手段が、タクシーとかマルシュとかっていうね乗り合いバスが主流なんだけれども、他にも近代的な路面電車があるんですね。だから今日はねこの路面電車に乗ってまずはホテルに行って荷物を預けに行こうかなと思ってます。はい、じゃあねこれからサマルカンドの街をね実際に歩いてみてどういう雰囲気なのかっていうのをね体感してみようと思います。楽しみだね。確かに何が違うんだろうね。はい、今これ後ろに駅があって今からトラムがあるねところに向かっていくんだけども、パッと見てね、まずねイスラム系の人がねちょっと割合的に多いような感じがしましたね。男性でもなんか黒い服着て、なんか黒い帽子、なんかねケーキの型みたいなさ、なんか丸い帽子あるじゃないああいう帽子をかぶった人がいたんで、あっちにあるぞ、これじゃない？ほら桜トラムみたいな路面電車があるね。どっからなんだろうね。乗り場は多分ね向こうの方にあるんで、ちょっとね向こうまで今から歩いてきます。この駅前にあるトラムを使ってホテルのところまで行こうと思ったんだけども、路線が1と2があるみたいなんだけども、これ全然2番が来ないんだよね。向こうに控えてるのも1番だし、もう20分ぐらい待って2番来ないんで、ヤンデックスタクシーでね向かいたいと思います。いやでこれね全然ねトラム来ないなって思ってねいろいろ調べてみたら、なんとねこの2つ路線があるうちのその市内へ向かう方の2番路線、僕のホテルのある2番路線の方だけね運休してました。だからねヤンデックスタクシーで行きました。ここが今回泊まったホテル、エミルハンホテルです。結構綺麗だね。はい、ってことでサマルカンドで宿泊するホテルです。おーすごいすごい、帳簿は帳簿。すごい。ちょっとなんかアラジンっぽい世界観かな。なんだろう、このツタン屋根のさ、低層階の感じ。アラジンじゃないか。アラビアン感じゃないけども、いいね。中東感があっていいですね。こっちは電気はカード入れてか。カード入れて。はい、来たー。ここシャワーって。なるほどね。綺麗。当たりですね、これは。シャンプーはあるね。シャンプーあります。素晴らしいホテルですね。よし、ここに2泊します。今泊まってるホテルの階段がめちゃくちゃ綺麗。これなんていうのこれトルコっぽいっていうのかなね。なんかちょっとペルシャ絨毯的な感じ。なんかいろんな文化が混じっているような雰囲気があっていいですね。
はい、これがサマルカンドの街並みです。やっぱ土壁だね。いい、なんかイメージしたウズベキスタンの感じだね、すごい。で、そう、これよ。この感じがなんかイメージしていたウズベキスタン。なんか、あまりそのウズベキスタンに来る前に、これがウズベキスタンっぽさだよね、みたいな。なんかね、中東的な雰囲気だよね、みたいなのを、すごいなんか、体現しているようなところだね。やっぱここが、そのウズベキスタンの中でも、京都的なね、古都だから、古いね、都だからね、そういうなんか昔ながらの建物が、街中にもたくさんあるっていうね、感じなんじゃないかなと思います。で、歩いている人を見るとね、イスラム系の人もね、すごく多いんだけれども、なんかトルコ系の人とか、あとね、さっきね、学生っぽい人かなみたいなね、なんだろう、モンゴル系の人もいて、やっぱいろんな国の文化がね、それ混じってるような雰囲気がね、見て取れました。いや、こうやってね、異文化がね、いろいろ混ざっているっていうのはね、すごい街を歩くだけで分かるのが、このウズベキスタンサマルカンドですね。もうちょっとなんかね、住宅街の方行ってみたいな。見てみようか。はい、ホテルにチェックインをしてね、喉が渇いたんで、カフェに来ました。ここはね、ドッピオスペシャリティコーヒーっていう、これね、ところで、店員さんがめちゃくちゃ日本好きで、なんか日本のアニメとかがね、好きで、で、なんか、カタのところに、人生初めてのタトゥーとして、ナルトの、サスケの樹印をね、タトゥーで出てました。とてもね、面白い方でした。で、このアイスカフェラテと、このお菓子をね、またいただきます。普通に美味しい。でこれがね、なんか手で食べるらしいんだけどね。なんだよね、なんかちょっとナッツっぽいものをね、ギュッと固めてるやつ。クッキーみたいな感じで美味しいの、すごい。食べやすい。コーヒーがね、めちゃくちゃ美味しかったんで、お礼の気持ちも込めてね、日本から持ってきたね、お菓子をあげました。すごい。これが、何かしらのモスクですね。このなんだろうね、このタイルがすごくやっぱ面白いよね。やっぱこのサマルカンドって、その青の都って言われるだけあって、この青いタイルか。これがね、すごいいっぱい使われてますね。見えるかなほら。ここもそうだし、この奥のこの上。これもそうだしね。もうね、所狭しと青いものがね、使われてます。こういう装飾がね、やっぱ有名みたいですね。さすがウズベキスタンの京都サマルカンドだね。このモスクでみんなの憩い場になってる感じで、なんかその隣にある公園では結婚式のね、なんか写真を撮ってる人もいました。みんなの憩い場なんだね、ここはね。ほら。もう一個ね、有名なモスクがあるので、バスで移動していきます。で、そのモスクの裏手にはね、なんとね、市場がね、あるんで、そこもね、セットでね、見ていこうと思います。で、今これね、バス停付近で待ってるんですけども、これバス停っていうね、印がなくてね、アプリ上でね、わかるんですけどね。で、バスが止まってくれたんでね、これに乗り込んでね、次の目的地の方ね、モスクの方に行きたいと思います。ここがビヒハニムモスクっていう場所みたいだね。ぶっちゃけね、どこ見てもね、なんか一緒な気がするんだけどね。なんかね、すごいね、レビューが多いモスクですね。多分観光地的なところなんでしょうね。すごい綺麗。さすが青の都だね。サマルカンドです。なんか工事してるなーって思ってよく見たらね、日本語が書いてました。一時休業のお知らせってことで、イカットブティック&カフェっていうところがね、なんか休業中らしいですね。今ね、見た感じね、工事ねしてますね。日本人観光客をね、ターゲットにした、ブティック。なんか民芸品屋さんとカフェが併設してるような場所なんだろうなっていう感じかな。へえ、びっくりした。日本語書かれてんだね。さっきの路地からね、通りの方に戻ってきたらね、こんな感じで道が整備されています。すぐ近くに、観光地となっているモスクがあるからね、こんな感じでね、道が綺麗になってますね。で、車、なんかね、何や車カレーに乗って観光地をね、周遊するみたいですね。なんか面白い像があるね。これなんかね、この男性はこう右手に手を当ててね、サラムっていうね、挨拶をしてるみたいですね。で、上に青い服羽織ってるんだけども、これがチャパンっていう伝統的なね、洋服みたいです。で、このロバにこの荷車を引かせて、農業とかをね、昔やってましたよっていう、なんか伝統的なね、姿みたいな、昔の姿みたいな感じのを表しているらしいですね。チャット GPT 曰く。で、後ろに青いモスク。綺麗だね。ここがシオブバザールです。バザール来てもね、買うもんは
全くないんだけどね。洋服とか陶器とか売ってるけどね。建物かな、面白いのはね。建物、この青を基調とした建物がすごく綺麗だね。ほら、でも特になんかこれソ連風とかそういうわけじゃないのかな。このなんか青いのが、象徴的なね、サマルカンド風みたいな感じの印象で、あと天井が無機質な感じなのがちょっとソ連っぽいのかなぐらいかな。こんな感じですね。はい、でさっき見たねショーバザール、あれはねもろね観光客向けなんですよ。で僕がねもう興奮したのがねこっちショーバザールの裏手にあるんですけども、なんか地元民が来るようなもう洋服とかね、そういったものがね売ってるようなねバザールっていうんですかね、Google マップ上にこれないんですよ。で中央アジア向けのヤンデックスマップっていうアプリには一応載ってるんですよ。だからあまりね認知度はねおそらく高くないんじゃないかなと思うんですけどね、ここの方がねよりなんか地元民がどういうものを買ってるかとかね、どういう生活水準してるかとかっていうのがねめちゃくちゃわかるんでね、もう面白かったですね。とはいってもねさっきのショーバザールの裏手にあるので、観光客向けのね商品ももちろん売ってるんですけどね。でここに歩いてる人たちをね見てもらえればね、大体イメージがわかるかなと思うんですけどね、あんまりねその女性の方でそのイスラム教のヒジャブ、髪の毛を覆うやつ、あれねつけてる人ね、少ないんですよねやっぱりね。タシケントよりもやっぱ少なかったんですけど、やっぱサマルカンドよりも少ないですね。で男性も普通になんかなんだろうね、シャツ着てるしさ、なんかもうあんまりその宗教観というかそういうのに寄った服装をしてるみたいなっていう割合はね少ないのかなと思いました。もちろんなんかね年上の方はね結構そういう服装をしてる方もいらっしゃるんですけども、若い方はねほんと少なかったですね、見ていて。でここに売ってるものも普通にスニーカーとかね靴だったら売ってるし、右上のとことかねシャツとか売ってるし、なんかね普通西洋の洋服、普通の洋服が売ってるんですよね。一部でそのなんか伝統的な洋服みたいなものも売ってるけども、結構普通にモダンでカジュアルな服がね売ってるんだなっていうのはねびっくりしました。あんまりなんかそういうイメージがなかったからね。やっぱりこういう市場に行くことによってその街の様子であったりとか、そこに住んでる人の様子っていうのがねよくね分かるので、とてもね面白いなって思いました。ここの道の雰囲気はなんかすごいね中央アジア感あるんじゃないかな。ほらなんかねこの砂山みたいなのがねすぐあって、で道一直線にねブーッと伸びていて、道幅がね広いよね。道幅が広いよ、なんかね旧ソ連感があっていいよね。でこの黄色いね色の壁いいですね。これが中央アジアウズベキスタンの、なんか一般的な通りの景色ですね。めっちゃ顔多分この人はここに行くよ、ここに行くバスやでっていうのをね多分言ってるみたいやな。すごいこういうの見るとなんか東南アジアというか発展途上国感あるよね。このなんかこう整然としてない感じね。もうバス停の標識なんても存在しないから、多分観光客はもうこのバスにはもうほぼ乗れないんじゃないかなっていう。路地の雰囲気はこんな感じですね。これがもうねザ・イメージするウズベキスタンですね。さすが古都だね。この土壁の雰囲気とかめちゃくちゃいいね。工事中かな。中行ってる。さあこっちからね大通りの方に向かっていきます。こっちにねちょっとねすごくトイレに行きたくて、ちょっとね近くにトイレがあるんでね、まだそこに行きます。そこに行くまでのこっち道中ね路地をね通ってます。いいね。京都でいうと小京都みたいなちっちゃい通りがここに広がってる感じだね。いいね。この建築とかが多分ちょっとロシアっぽいような感じかな、レリーフ的な。はい、ここの住宅街ねよく見てみると道はね舗装されているんですけれども、結構ねデコボコしているところが多いなっていう印象でした。で家の壁を見ていくと黄土色の土壁であったりとか日干しレンガをね使われているような形でしたね。でこの素材っていうのが、昼夜の寒暖差が大きくね乾燥した気候に合うので非常にね、考えられた建築みたいらしいですね。厚い壁なんですけれども、その厚い壁が夏の暑さをね伝えにくくしていて、冬はね冷えを防ぐらしいですね。で道に面しているところを見ていくと通りに、窓が少ないんですよ。
で、家の中心にはボウリという中庭があるらしいです。台所とか今が庭に向けてね、配置されているらしいですね。そして頭の上にはね、おそらくこれガス管みたいなものが通っていて、で、足元にはね、小さな溝があるんですけども、これがね、昔その水を引いていた灌漑のね、名残として残っているらしいです。やっぱこういうエリアって決して華やかじゃないんだけれども、やっぱ観光地と違った魅力がもうすごくあるんですよね。昔からの歴史の、そこに住んでいる人々の歴史がこの路地一つから、この家の壁一つから見て取れるっていうのがむちゃくちゃ面白いなって思いました。公園に像がありましたね。この人がイスラム・カリモフという人で、初代ね、ウズベキスタンの大統領ですね。旧ソ連が崩壊した1991年に後に初めてこの人が大統領をやって約25年間、保守的なね、政治をしたことによって、いいところで言うと、ウズベキスタンが安定していったんだけれども、悪いところで言うと、外資とかの受け入れをね、あまりしなかったから、スタバとかね、マックがね、ないっていう。この人の施策によって、今、スタバとかマックがないっていうね、いいところもあるからね、なんとも言えないけどもね、そんな感じですね。でもすごいね、こんなね、感じで、国民から愛されているようですね。1000スムでしたね、金額。1000スム。はい、行きます。これから行くのがこのマジスターという店です。ちょっとね、Google 評価が高いんで楽しみですね。料理が来たのでいただきます。ほら、これとパンも多分これサービスかな。来てくれました。持ってきてくれました。いただきます。お肉がね、めちゃくちゃ美味しそう。スパイスが効いてる。美味しい。これ何肉なんだろうね。めちゃくちゃ肉が柔らかい。はい、あそこにね、座っている像ね、誰かというと、アミール・ティムールさんといって、1300年か400年頃に、このね、サマルカンドをね、首都として、この中央アジアをね、統一した人らしいですね。はい、この人があっての今のサマルカンドっていうね、めちゃくちゃね、偉い人みたいですね。こんな感じで街がね、今出来上がってますよ。アミール・ティムールさん、見てください。いや見てますね、あそこに座ってね。いいね、いい眺めだね。ここね、噴水があって。ここはグーリ・アミール廟っていう場所ですね。正直どこを見てもね、モスク同じ感じだからね、わかんないけども、なんかここの掘ってるところ、ここがすごい綺麗な感じですね。でもね、違いがよくわかんないね。結構人が賑わってます。多分なんか学生かなね、なんかいっぱい人来てますね。ここがサマルカンドの中心的なね、場所みたいですね。大学通りっていうところでね、すごいね、なんかこの並木がね、一直線ね、伸びている感じが、ね、なんか外苑通りみたいなね、そんな雰囲気をね、醸し出してますね。サマルカンドのイメージってやっぱ古い都だから、モスクがたくさんあるイメージがあったけども、こういう近代的なエリアもね、あるからね、すごく面白いよね。古いエリアと最近できたね、新しいエリアがなんか混在している、ミックスしてる感じがね、またね、趣があっていいなってね、思いました。地元の人からしたら、なんてことない交差点なんだけれども、建物の形とか、車の音とか、信号の音、街の匂い、歩いている人、すべてがね、新鮮で飽きずに眺めていることができる景色でした。はい、ということでね、初日はもうこれでおしまい。ホテルに戻って、また明日ね、市内を観光していきます。ホテルがね、めっちゃ豪華なんですよ。すごいな、これ。今日のホテル朝食はこんな感じです。もう美味しそうだね。ちょっとね、虫がたかってるね。これご飯で、これがシリアルで、これがなんだ、美味しそうだね、これも。で、これ普通の、はいはいはい、これなんだ、厚揚げみたいなやつだね。で、ピラフです。
いただきます。基本ご飯は脂っこいもんが多いですね。ほら、これも油で揚げたやつだし、これもで、これももう結構ね、ご飯もねすごい脂っこい。朝からね胃に負担がかかります。今日もドッピオスペシャリティコーヒーに来ました。アイスカフェラテと、あとね、なんかおやつね、すごく美味しそうなのがあったんで、これをね、注文しました。で、今日はサマルカンド名物のトラムに乗って、バザールとサマルカンド駅周辺をね、歩いていきたいと思ってます。はい、今ここに見えるのがトラムです。サマルカンドの街には路面電車がね、走ってますね。昔ながらの街並みはですね、こういう近代的なね、乗り物もね、あるんですね。かっこいいね。今からね、これに乗りに行こうと思います。あ、路面電車が来た。ここで待ってればいいのかな。すげえとこだけど、ここで多分いいんだよね。ですんごいクラクション。ここで待って本当にいいの？わかんないけど、多分いいっぽいね。待ってましょう。あ、バスのテレで待ってて、これでなんか乗り込むっぽいね。料金は後払いかな。乗り込みましょう。怖っ。よいしょ。乗り込めました。こんな感じですね。すごい路面電車だ。このサマルカンドの古い街並みにね、これ近代的な路面電車が走ってますね。いいね。いやー、これは味があるな。おお。Thank you.何？ワン？3000スムだったね。30円でした。無事乗れましたね。一駅分だけどね。3000スムでありました。そしてサマルカンド駅から歩いて5分ぐらいのところにあるのがこのレイルウェイディストリクトマーケット。見た感じね、もう地元の人が9割5分っていうね感じでしたね。いや、いいね。めちゃくちゃ安かったですね、一個一個のものが。こんな工事してるとこ取らされるのすごいな。さすが開発が進んでますね。ウズベキスタン、すごい道がもうねえらいことになってる。途中で現金が足りなくなりそうになったので、ここでキャッシングをしました。20万スム、日本円で約2400円ですね。で、手数料が3000スムなので36円ぐらいですかね。これ結構安いんじゃない？ 1.4% ぐらいかな。ね。キンキンに冷えたスターバストオリジナルでね、地元のビールをいただきます。すっきりしていて、めちゃくちゃ軽い。美味しいね。はい、ということで今日の晩ご飯です。美味しいのが来ました。このなんかシューマイ的なやつと、この T ボーンステーキですね。シューマイからいただいていきましょう。筋肉かな。なんかね、刺身肉の肉みたいで美味しい。これパクチー入ってる。美味しい。続いてこの当日ね、この
店の中ではそういう生ライブをやっていて、めちゃくちゃね音が聞こえにくかったんですよ。後で解説入れると、これねT ボーンステーキみたいなね筋肉があって、これでむちゃくちゃ柔らかかったんですよね。一般的なイメージするその牛肉の T ボーンステーキじゃなくて、もうホロホロっとしたね肉の柔らかさとジューシーさがあって、すごくねもうビールにも合いました。でビールもね多分度数が低いのかな、すっきりして飲みやすいんで、もう何杯もねいけちゃう感じでした。めちゃくちゃ晩ご飯美味しかったです。全部いただきました。ごちそうさまでした。美味しかった。ということで今からサマルカンドからタシケントに向けて鉄道に乗ってね帰ります。サマルカンドからタシケントまではこのシャルクというね電車に乗ってきました。すごい。このホームとの段差がすごい。上上がろうとしたらね上がれないから今ああいうね足場を出して上がります。3時間ちょいかな、15分ぐらいで遅延したんでね、3時間ちょっとぐらいかかりました。疲れた。ご飯食べよう。いやタシケント駅は綺麗だね。じゃあね、ここからねタクシー乗ってご飯食べるところに向かいます。レイホンメリータオマライというものかな。ご飯屋さん着きました。美味しそうなプロフが来ました。でちょっとねまた店で違うね、なんかね盛り付けというかなんか入ってるものがね。いただきます。味付けは違うね、微妙にね。肉が柔らかくて美味しいね。素晴らしい。そしてここの国にね入っている外資系の飲食店2つ、ケンタッキーとペプシーね、ご飯をねペプシーでいただきます。美味しい。北シャシリクでも時間がない。もう今すぐにね空港行かないとね、ウェブチェックインができなくて、チェックイン3時間前に行かなきゃいけないんだけども、今ね3時間20分前なので、ね、もう速攻食べて、これはね、持って帰るわ。早く食べていこう。このマンションっぽい建物のなんか壁面がねなんかすごいイスラム感あっていいね。よかった。重量オーバーね手荷物してるんだけども、もう何も言われずにねちゃんと入れてね、入国審査出国審査は完了しました。これからウズベキスタンからカザフスタンの方に飛行機で飛んでいきます。はい、これからこのウズベキスタン航空に乗ってタシケントからアスタナまで行きます。タシケントからアスタナに向かう飛行機で電車が出ました。なんか鶏肉の挟んだやつ、サンドイッチと水とアップルジュース。味はねあんまり味がない、すごく薄味で食べやすいです。機内食でくぐられたらね、このアップルジュースなんだけれども、横でいろんな言語で書かれています。上からウズベキスタン語、ロシア語とカザフスタン語で、反対が KG が多分これはキルギスで、タジキスタン英語、6カ国で書いてるんだね。すごい配慮だね。今 CA さんが僕の机の上にね飲み物が入ったコップを置いたのね。僕のコップを叩き落として、僕の空のコップの上に飲み物の入ったコップを重ねたんだけども、それに気づかなくてうっかり触っちゃってね、めっちゃこぼれました。最悪そういうことがあるんだね。はい、ということでこの動画ではウズベキスタンの京都ことサマルカンドを紹介しました。前回の動画で紹介した首都タシケントとは違った趣がありましたね。さて次は中央アジアで一番発展しているカザフスタンに行きます。しかもね日本人が作った街らしいんで楽しみですね。この動画が面白いなって思っていただけたらね、いいねボタン、コメント、チャンネル登録などリアクションいただけると本当に嬉しいです。それではバイバーイ。